はい。ということで、まずはおさらいで、グルーとは何ぞやというのを説明すると、グルーとは糊です。糊のように肘と肩とか、違うアートメッシュ同士をくっつけることができるのがグルーです。まず、グルーを使うには、例外を除いて、使いたい部分のアートメッシュ同士が同じ形になっている必要があります。こんな感じで、重なったところに、新しくメッシュを割りまして、そうすると色が変わりますよね。赤と緑、この両方に点が打てていると抹茶色になるんで、こうなっていたら成功です。こんな感じで、赤と緑のパーツにつなげます。投げ縄選択ツールで、こんな感じで抹茶色になっているグルー部分を選択します。で、バインド、ここを押します。で、OK を押すと、これでもうくっついてるんですよ。試しにこの肘を動かしてみます。みよーん。つなげるとですね、こういう見慣れないオブジェクトが出てきます。こいつがグルーです。ライブ 2D は、こういうワープデフォーマーとか、回転デフォーマーとかね、動かすための枠組み自体もオブジェクトとして存在しています。グルーも作ると部品が出てきます。初期状態だと大体うまくいきません。こうなったことある方いらっしゃるんじゃないかな。頑張ってつなげたはいいがなんかうまく動かねえと。さあ、そうなった時に、重みの設定というのをするんですが、フルオブジェクトをクリックすると、ラベルみたいなのが出てくるんで、ラベルをクリックすると、ブラシが変わります。こんな感じで。このブラシで、ドラッグしてみます。あら、赤くなりました。赤くなればなるほど、この赤側のパーツと全く同じ動きをします。今度は、シフトキーを押しながらドラッグしました。シフトキーを押しながらドラッグすると、緑色になって、緑側のパーツの動きと全く一緒になります。黄色は何なのかっていうと、二つの動きが完全に拮抗しています。色が多い方の動きの影響が強くなる。それが重みです。基本的にはやっぱり、真ん中部分を黄色。赤に近いところほど赤。緑に近いところほど緑。っていう風に、赤と緑が綺麗にグラデーションになるようにすると、綺麗に動きます。これがグルーの基本的な使い方です。基本はでもアートメッシュでも、どんな動きでも綺麗に繋がりますよというのがグルーです。パーツ同士を繋げたはずなのに離れちゃう時があるのは重みの設定の影響ですかね。いや、グルーは基本的に離れないんですよ。どんなに移動させても離れないんで、重みの設定で変えられるのはあくまでも動き方だけで、なので多分離れちゃう場合はグルーの吸着をいじっちゃってるか、こういうマークがあるじゃん。グルーの吸着。これでね、どんだけグルーが吸着するか否かを変えられる設定なんですよ。こんな感じで。普通にドラッグすると繋がって、シフトキーを押すと離れます。っていうのがあるので、なんかこう変なとこいじっちゃってるうちに、ここをいじっちゃったがまず一つ。もう一つが適応度っていうのがあります。ここをいじると変わります。ゼロになると完全に無効化されちゃうんで、ここを意図せずいじっているか。あともう一つは、同じところに複数グルーを使っている場合ですね。グルーって同じところにいくらでも繋げられるんですよ、こうやって。グルー自体は。でも、全部繋げたらもうわけのわからんことになるんや。どれがどうなってどうなるんや、みたいな。こういうことになったりします。なので、複数選んじゃってるとかかな。離れる原因は今言ったところです。ちょっと思い当たるところがあったら、チェックしてみてください。ここまでが基本編で、動画版で解説したのがここまででした。他の使用方法もたくさんあるので、中級編と称してここからは解説していない使い方をいろいろと説明しようかなと思います。私の生首で解説しよう。私の生首はありとあらゆるグルーの使い方があるので、ちょっとこれで解説します。中級編がね、実はね、初級編より簡単なんだよね。塗りと線画が分かれてるってよくあるじゃないですか。これが仮にね、そのまんまだと、こんな感じで、塗りだけとかね、線画だけとかね、動かしたら、それしか動きませんよね。これでずれちゃうこと多々ありますよね。そういう時は、この塗りと線画を全く同じメッシュ割りにして、それをグルーでつなげます。で、どっちかに重みを 100% にします。今回で言うとこのベタ塗りの方ね、塗りの方が赤ですね。なので、完全に真っ赤にします。グルーを。そうすると、ベタ塗りを動かすと、線画も勝手についてきます。これが中級編。なんて簡単なんだろう。細かいこと何にも考えなくていい。何も考えずに真っ赤か真緑にすればいい。一つのアートメッシュにしちゃダメなんですか？分けた方がいい場合が結構あるからね。輪郭もね、私は結構ベタ塗りと線画に分けることが多いんだけど、それはなんでかっていうと、線画だけを消したいからなんだよね。上向いた時とか横向いた時とかに線画を消したいので、それをするにはやっぱり線画だけ塗りだけにしとかないとうまく消えないので。横紙もここですね。ここをつなげるために線画と塗り別々にしています。重なったところが線画が消えるようにしているので。
たいな理由で線画と塗りを分けることが多々あるんですが、そういう時に線画と塗りを全く同じメッシュ割りにしてグルーで繋ぐことで片方だけ動かせばもう片方も自動的についていくっていう動きができるようになります。結構輪郭とかもめっちゃ使えますね。輪郭が細かく微調整したい時とかは結構あるんで、あとメッシュを。そういう時に線画がね、外れると結構めんどくさいんですが、グルーで繋いでおくと勝手についてきてくれるのでめちゃくちゃ楽です。そうですね、時短になりますね。あと実は容量削減にもなります。グルーがどうもめちゃくちゃ軽いらしくって、だから輪郭と線画両方に点を打つんじゃなくって、輪郭だけ打ってグルーで線画を自動的に引っ張ってくる方がめちゃくちゃ軽いらしいです。容量削減のためにもグルーを使うといいらしいです。っていうのが超簡単な中級編でした。ここまでは別々のアートメッシュ同士をつなぐ手法を解説してきましたが、グルーを突き詰めると一つのアートメッシュの動きをグルーで分離させるなんてこともできちゃいます。お餅です。うわはははは。メッシュ細か。お餅がね、こういう感じでミョーンとね、ひねを上げると伸びます。伸びますが、これは普通の餅ね。普通の餅。と、伸びる方の餅。餅パーツを複製して、片方をこのヒネの回転デフォーマーの中に入れて、もう片方は何も入れないルートに置いて、重みをですね、こうします。ヒネにくっついてる方、くっついてるこのたった一部分だけこっち側に重みを寄せます。他は真緑にすると、勝手に伸びます。勝手に餅が伸びます。みたいなこともできます。同じね、この餅の動きを分離させることができます。試しに伸ばしてみますね、そのまま。ちょっと適当に伸ばしました。この辺がわかりやすいかな？ちょっとずれるのわかるかな？これでも問題ないよって方もいらっしゃるかもしれない。ちょっと一瞬ずれるのわかる？このあたり。本当はこうなっててほしいよね。円と直線の差なの。ヒネはね、回転デフォーマーで動いてます。回転デフォーマーの動きはこうです。円状に動くんです。ところが、こちらのお餅は、ただ引き伸ばしただけなので直線にしか動きません。なので、この間に絶妙なズレが起きるんですね。今回は言うてめちゃくちゃ単純な動きなので、まあ最悪ご利用しすればいい。でもなんかめっちゃ複雑な動きさせたい時とかね、大きな差になってくることがあります。そういう時に、さっきのグルーを使うと、何の調整をしなくても、最初から円の動きになってくれます。いちいち動かさなくて大丈夫。調整しなくて大丈夫。これが、グルーで動きを分離する方法です。木の方にくっついてるんですか？餅にくっついてるんですか？木にくっついてますね。ここにこういう回転デフォーマーがありまして、こう動いてるんですが、位置も変えて、回転も変えてやってるんですが、その中にお餅が入っています。まず、これが一番親にあって、その中に、ここにもちょっと一個回転デフォーマーをかましていて、その中に伸びる方の餅が入っていて、そして、それがね、そのまんまだと、ちょっとこんな感じで、ひねりが入っちゃうんですよね。回転デフォーマー、角度が変わっちゃうので、ここで、ちょっと、向きを変えて、線画が消えないようにしてます。最初にね、初級編として別々のアートメッシュ同士をつなげるやり方をお伝えしたんですが、実は私普段の肘とか作るとき、あんまりこの方法使ってなくって、じゃあどうやってるかっていうと、片方のパーツを重なっているところだけをこうやってコピーします。コピーして、こいつと元のやつをグルーでつなげて、で、このグルー専用パーツを肘の回転デフォーマーに入れる。で、動かす。このやり方を普段使ってます。効果は同じです。なんでこれがいいかっていうと、最初にね、初級編でお見せした、このメッシュを合わせるのね、めんどくさそうだったでしょ結構めんどくさいんですよね。ところが、こうやってね、一部分だけ切り取って、グルーでつなげて、で、こいつを肘にぶち込めば、それで終わりなんですよ。メッシュを合わせる必要がない。時短！しかも、肘には何もつける必要がない。これだけで動かせる。ただ、これを使うには、そもそものね、基礎的な仕様とかをね、理解しておく必要があったので、基本編としてね、最初、メッシュを合わせるみたいなやり方をお伝えしましたが、それをちゃんと理解していたら、実はもっと楽なやり方、使えます。で、もはや別パーツである必要すらなくって、このね、肩と肘はもともと別のパーツだったんですが、反対側の肩と肘ね、もともと1パーツでした。このまんまです。これを片側と肘側に分けて、で、肘は肘に入れて、つなげてます。
例えばさ、パーカーのめっちゃ太い袖あるやん。あれ、肘で綺麗に分けるの結構難しくないですか？そういう時に、この手法めっちゃ使えます。もともと1パーツにしといて、切って、グルーで繋げて、で、こうやって動かしますよね。あと、膝とかね。私、最近の足は、ほとんど1パーツで作っちゃってるんですよね。この太ももと、ふくらはぎと、みたいに分けずに、もう太ももからふくらはぎまで、全部1パーツで作って、デフォーマー分けて、グルーで繋いで、みたいにやってます。みたいにすると、めちゃくちゃ楽です。切るというのはメッシュをつけないということでしょうか？そうなんです。これ、こういうパーツがあるじゃないですか。これをね、メッシュ編集モードに行って、こういうとこ消すと、そこが表示されなくなるので、肩のパーツを2つ作っておいて、片方はこっちを消す。もう片方はこっちを消す。ってやると、簡易的にパーツが分けられます。めちゃくちゃこれ使えるので、ぜひやってみてください。さてさて、私の中でここまでが中級編です。ここまで分かってたら、もう半分以上はマスターしたと思っていただいて大丈夫です。さあ、じゃあ応用編の話をしましょうか。ここからはもしかしたら、普段ね、ライブ 2D も作れ慣れているという方も知らない機能が出てくるかもしれません。実はもうさっきね、ちょっと見せちゃってたんですけど、グルーに適応度という数値があるのはご存知でしたでしょうか？これ 100% だと、こんな感じでお餅くっつきます。0だとお餅くっつきません。ここでどれぐらいグルーを適用させるかっていうのを設定することができます。そしてですね、この適用度をキーを打って変えられるの知ってました？これ結構ね、知らない人多いんですよ。で、これね、この餅伸びる方が不透明度100だとこういう動きになります。こんな感じで分離する形になりますが、この片方を透明度0にしてしまうと、まるで片方だけの動きが何にもこのアートメッシュ自体を動かしていないのにもかかわらず動いているように見えます。あくまでも変えられるのはこの適用度だけね。この重みとかをこのキーを打って変えるってことはできないので。なので最初に重みを変えておいて、キーを打って適用度を変えるってことができます。なんでこうやってお餅をやったかっていうと、餅をついた瞬間、こうやってお餅がくっついて、スッと離れるっていうお餅つきってそうやん。こうやってやった時はついてこう離れてほしいわけよ。これをやりたい。なので、餅つきの動きと餅が引っ張られる動きをちょっと別に作りまして、物理演算で入力に餅つきを入れて、出力に餅を入れて、これと入れて、種別を 1x にして、判定にして、ちょっともろもろ設定することで、見ててくださいね。うわー、お餅がどうお餅がつけるようになった。めっちゃお餅じゃない？こんなことができちゃいます。このね、キーを打つっていうのが本当に使えて、そう！髪の毛を手で掴んでる時の手法これです。もうここまで来たみんなならわかるはず。持ってる時は毛先部分を手と同じデフォーマの中に入れて、元々の髪の毛とこの毛先だけのところをグルーでつなげて、そしてそのグルーの適用度を差分がオンになってないときはここを0にしとく。で、オンになってるときは 100% にすると、普段は毛先は一切手とは関係ない動きをします。手がオンになると手に追従して動きます。みたいなことができるようになります。というのがまず応用編一つ。ちなみにね、このキーをね、こうやってキーを打って適用度こうやって変えることできるんですが、こうやって片方を打たないっていう選択肢もあります。そうするとどうなるかっていうと、キーが打ってあるところは 100%。範囲から外れた瞬間に一気にパッてゼロになります。これも結構使えるんですよ。一瞬で動かしたい時とか、あとは A と B というパーツがあったとして、こっち側向いてる時は A の動き、こっち側に向いた瞬間で B の動きにしたい、みたいなことをしたい時があるとするじゃないですか。そしたら、グルーつなげて、重みを A に全部行くようにします。で、こっち側だけ A に重み 100% にしたグルーのキーを範囲を打ってやります。そうすると、こっち向いたら、マイナスに行った瞬間に B の動きになります。A の動き、B の動き、みたいなこともできちゃったりします。特に横髪とかね、こっち行った時めっちゃ形潰して、こっち行った時大きくして、みたいなね、動き幅が多かったりするんですが、そういうのに結構ね、このキーを打たないっていう選択肢もあったりするので、使ってみてください。これが応用編1です。応用編2がめちゃくちゃ難しいです。私のね、メガネですね。私のメガネね、ちゃんと厚みがあるんですよ。こんな感じで。ちゃんと厚みがあるの。ここの部分ね。これ、メガネの厚み簡単に
作る方法がありまして、このぐらいまでの可動域だったら、このね、フレームの部分、これをこうやってずらすことで厚みを作ることが可能です。これがよくあるメガネの厚みの作り方なんですが、これできるのはこのぐらいの角度までで、横向いちゃうとメガネが完全にペロッペラになるので、もはや厚みとかうんぬんの状態じゃなくなってしまうんですよね。こうなってくるともう、いくらずらすがペロペラになってしまうので、あえて使っているのか、こんな感じで側面が存在しているんですが、元がこういう形です。マジで、ただの細いパーツです。これに、こうやって点々点々って細かくメッシュを打ちまして、で、それを、こうやって丸めて、フレームのね、点がこういう形になってるんですが、それと全く同じ円周上に来るように、これをこうやってこうやって一個一個形を合わせて、まず丸くして、で、これも見てわかる通り、赤い方と緑の方で完全に分離してあります。これで全部綺麗に丸くしたら、片側をね、こうやって綺麗に黄色と赤で分かれているので、片側を別のデフォーマーに入れて、こうやってずらすことで側面を作っています。ごめんね、なんか、超簡単みたいなやり方じゃなくって、物量みたいな感じなんですが。これ、綺麗に作れるんですよ、メガネが。いくらでも伸ばせるんですよ、メガネをミヨーンって。もうここまで来ると結構 3D やったことある方ならわかると思うんですが、結構 3D のポリゴンみたいな考え方をしてますよね、本当に。円形から作った方がやりやすそう。いや、直線を丸くするとすごい綺麗な曲線になるんですが、曲線を直線にすると割と歪みがちなので、最初この側面にするものは直線で作った方が多分綺麗になります。そう、これだとね、厚さを自在に変えられるので、どういう厚みがいいかなみたいなのも結構自分で自在に変えられます。そういうやり方でこのメガネは作られています。応用編2でした。応用編2がもうほとんど物量みたいな話で本当に申し訳ない。一応こういう使い方もあるよということでした。で、応用編3。これ結構知らない方いらっしゃるんじゃないかな。私のお口に使ってます。私のお口がですね、唇とこの口内パーツ、ここの部分。ここを同じ形にして、口を閉じると、口内も勝手に閉じるように作ってます。これは結構よくある手法ですね。加えて、上唇が右と左、下唇も右と左、左右に小指して分けています。そして、左右に分けたグルーは、こんな感じになっています。これで、口角を左右別に動かせるように設定しています。こういう口ができます。これが俗に言うパーフェクトシンクなんですが。ところがですね、これちょっと1個罠がありまして。皆様覚えてますか？同じところに複数グルーを打っていますね。さっき同じところにグルーを打つとうまくいかなくなると言った話を覚えていますでしょうか？上唇同士、そしてさらに唇と口内をグルーで結んでいますね。でもうまく動いています。それはなぜか A とB と C っていうパーツがあった時に A と B の動きをつなげるグルー。これを上に置く。これね、知ってたみんな。グルーって上に置いた方が優先度が高くなります。これをまず上に置きます。A と B をつなげるグルーを上に置きます。そして B と C をつなげるグルーをその下に置きます。そして B と C をつなげるグルーは B が 100% になっています。今回だと上唇左側が B パーツなんですが B が 100% になるようになってますね。こっちの動きが完全に 100% になるようになっていて。その上で、その優先度がさらに上に、こいつとこいつの動きをブレンドするグルーが入ってる。で、すると、自動的に A と C も繋がるんですよ。ここの動きが勝手に連動してくれます。これをね、逆にするとどうなるか。こうなります。動かなくなりました。反対側は動きますが、A と C のこっち側のね、口内が動かなくなります。無効になります。逆にすると動くようになります。これ多分ね、B と C ね、この上唇片方と口内、下に置く側が完全にどっちか 100% になってるから綺麗に動いてるんですが、ここが重みが拮抗してたりしたらね、多分うまく動かないんじゃないかな。下に置く方が完全に、ね、追従させるやつだとうまくいきます。なんで結構条件が複雑で難しい方法なんですが、うまく使えればいい感じになります。この手法、お口だけじゃなくって膝にも使えますね。膝、足。結構最近ね、さっき言ったみたいにうまくね、線画を消したりとか、あと足の影を塗りのところにクリッピングして影をこう動かして立体感を表現するみたいなのやりたいので、足の塗りと線画を分けることが結構あって、そうなると足がまず一本長いのがあるじゃろ？それを
と、さっき言ったようにメッシュを切って、太ももとふくらはぎに分けるじゃろ。そしたら、ふくらはぎの線画と、ふくらはぎの塗りと、太ももの線画と、太ももの塗りとって4パーツになります。それをどうつなげればええねんってなるじゃないですか。まず、太ももの塗りと、ふくらはぎの塗りをグルーでつなげます。で、それを一番上に置く。そのグルーを一番上に置いて、そして太ももの塗りと太ももの線画、ふくらはぎの塗りとふくらはぎの線画のグルーをそれぞれ作って、そのグルーは下に置く。で、線画じゃなくって塗り側に完全に重みがいくように設定する。そうすると、線画は勝手に塗りと同じ動きをするので、線画を調整しなくっても勝手についてきてくれますと。みたいなことをしてます。優先順位をつけることができます。このグルーの優先順位は本当にうまく使うとマジで表現の幅が広がるのでぜひやってみてください。ということで今日私が皆様にお伝えしたかったグルーの使い方は以上になります。ちょっとね、めっちゃ簡単なところからマジで難しいところまでいろいろあったと思うんですが、使いこなせると便利な機能だと思いませんか？ぜひ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 使ってみてください。ということで皆さん、